ホイス・グレイシー VS アケボノ。ホイスは身長185センチ、体重81キロで、アケボノは203センチ、220キロ。身長差18センチ、体重差139キロというとんでもない体重差のマッチメイクです。ホイスは UFC 第1回大会から出場しており、その頃から体重差を跳ねのけ3回優勝しています。しかし今回ほどの体重差の試合は初めてでしょう。一方アケボノは相撲で初の外国人横綱まで上り詰めた力士で、その体重は力士の中でも重い方でした。キックルールの試合は2回ありますが、総合ルールは今回が初めてです。試合前アケボノは掴んで殴れるんだよと嬉しそうに語ります。技術で上回るホイスが勝つという声がある中、さすがにこの体重差は無理じゃないかという声もある試合でした。しかしホイスはこう答えました。小さい男が大きい男とどう戦うのか、グレイシー柔術の秘技をお見せしましょうと。試合が始まるとすぐにアケボノが上になります。このままアケボノが体重差を生かしてグラウンドコントロールするのかと思われましたが、ホイスが横に向けて立ち上がります。両者間合いを取って見合いますが、ホイスのローキックから再びアケボノが上になります。コツコツとパンチを当てるホイスですが、アケボノは戦い方がわからないのか仕掛けられません。するとホイスは下からオモプラッタでパンチを浴びせます。そしてアケボノの左手をロックすると、アームロックからリストロックを決め、アケボノタップアウト。1ラウンド2分13秒、あっという間の一本勝利です。圧倒的な体重差を圧倒的な技術と経験が上回った試合でした。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ VS ボブ・サップ。この試合は身長191センチ、体重105キロのノゲイラと200センチ、160キロのサップの体重差55キロのマッチメイクで格闘技史に残る試合です。柔術マジシャンの異名を持つノゲイラは当時ヘビー級チャンピオンで、マーク・コールマン、ヒース・ヒーリング、ゲイリー・グッドリッツなどの強豪を倒し無双状態でした。一方サップは総合で2試合両方を1ラウンド TKO で勝利しており、そのパワーと勢いにノゲイラのテクニックが通用するのかという試合でした。試合が始まるとサップがいきなりのノゲイラのタックルを切り、パワースラムを決めます。誰が見てもそのパワーさは明らかでした。サップは上から力で押さえつけパウンドを放っていきます。サップが体重差を生かし上から攻める展開が続きます。途中ノゲイラが上を取る場面もありますが、パワーで跳ね返されてしまいます。下から寝技を決めたいノゲイラですが、サップの圧力の前になす術がありません。サップ優勢のまま長い1ラウンドが終了。この試合1ラウンド10分のルールでした。ノゲイラの目は腫れ上がり出血が見られます。ノゲイラのセコンドは大丈夫、奴はじきに疲れてくる、もう少しの辛抱だと声をかけます。大きく息をするサップも目をカットしており、まさに死闘です。2ラウンドノゲイラが打撃で攻めます。しかし柔術マジシャンノゲイラの真骨頂は寝技、サップに押されます。またも上になるサップですが、1ラウンドのような勢いのパウンドが見られません。ノゲイラのセコンドが予見していた通り疲労してきたのは明らかです。隙を見てノゲイラが三角締めを狙いますが、怪力によって阻止されます。何度かチャレンジしますが、ただでさえ体が大きく足が回りにくい上に、この怪力ではさすがのノゲイラも三角締めを決めることができません。アームロックを狙うもサップには決められません。しかし1ラウンドよりもノゲイラが攻める場面が多くなってきました。ノゲイラがサイドポジションを取りパウンドを当てると、サップが明らかに嫌な顔をします。そして一気に腕ひしぎの体勢になると、サップの腕を剥がし、サップはすぐにタップ。会場は爆発したような大歓声。ノゲイラの一本勝利となりました。柔術マジシャンが追い詰められながらも野獣狩りに成功した瞬間でした。ミノアマン VS ジャイアントシルバ。ありえない体格差で勝利した選手といえばこの人。ミノアマンは身長175センチ、体重92キロと、もともとヘビー級の中でも小柄なベテラン選手です。ジャイアントシルバはチェ・ホンマンを超える身長230センチ、体重180キロの超巨漢です。身長差65センチ、体重差88キロというとんでもない体格差です。
試合が始まり、リングで対峙している様子を見ると CG のようにさえ思えてきます。両者見合う時間が続きますが、ミノアマンが前転タックルからテイクダウンに成功します。この巨体を見事にトップコントロールするミノアマン。サイドポジションを取るとボディを入れていきます。そしてボディ、顔面に膝を立て続けに入れたところでジャイアントシルバがタップ。ミノアマンの TKO 勝利となりました。ジャイアントキラーの名にふさわしい戦いでした。エマニュエル・ヤーブロー VS キース・ハックニー、高瀬大樹。続いては世界最重量のアスリートとしてギネスブックに載ったヤーブローから2試合紹介します。ヤーブローは相撲をバックボーンとした選手で、身長203センチ、ハックニーと戦った時は体重280キロ、高瀬選手と戦った時は310キロと言われています。ハックニーは身長180センチ、体重90キロ。ヤーブローとは身長差23センチ、体重差190キロ差です。体重差100キロ超え、3倍以上の体重です。この試合は UFC3 大会目で、初期の UFC は金敵、目つぶし、噛みつき以外何でもありで素手での戦いです。試合が始まるとハックニーが小手をヒットさせダウンを奪います。すぐに追撃しますが、逆にバックを取られ猛反撃を受けます。立ち上がりヤーブローを抑え込もうとしますが、ヤーブローの一押しでケージのドアの外に軽々と吹き飛ばされてしまうハックニー。これが体重差100キロ超えの威力です。試合が再開されるとサイドキックを入れ距離を取ります。足を取られますが、ガラ空きのヤーブローの顔面にパンチを浴びせ、倒れたところに鉄槌をこれでもかと打ち続けます。現代では反則の後頭部への攻撃も何発も入ります。何十発と打っているでしょう。ヤーブローがレフェリーの方を向いて何か言っています。ギブアップしたのでしょうか。レフェリーは試合を止めました。まだ総合格闘技のルールも戦い方も確立されていない時代、異種格闘技戦の匂いの強い試合でした。続いては高瀬大樹選手との試合です。高瀬選手は身長180センチ、体重84キロ。ヤーブローとの身長差23センチ、体重差なんと234キロ差です。ついに体重差200キロオーバーです。試合が始まるとのしのしと近づいてくるヤーブローに対して高瀬選手はリングをサークリングしながら距離を取ります。時々動きはあるものの終始展開がないまま1ラウンド終了。2ラウンドも同じような状況で高瀬選手ついにレフェリーからイエローカードをもらいます。そして意を決してタックルしますが、上から潰されてしまい足を取られます。しがみつくだけのヤーブローですが、その体重でどうにも足を抜けません。しばらくこの状況が続きますが、ヤーブローが動いた瞬間、高瀬選手が足を抜きパウンドを連打。ヤーブローはあっさりとタップし、高瀬選手の TKO 勝利となりました。動きのない展開からあっさりと決着がついた試合でした。マイティー・モー VS ガオグライ・ゲンノラシン。この試合は奇跡の一撃が見られた名試合です。マイティー・モーは身長185センチ、体重132キロ。ガオグライは身長180センチ、体重79キロ。身長差はさほどありませんが、体重差53キロの試合です。マイティー・モーは重いサモアンフックを武器に KO の山を築いたハードパンチャーです。一方ガオグライは K1 グランプリソウル大会で全選手中最軽量ながら優勝。イグナショフにも勝ったことのある実力者です。試合が始まるとスピードで上回るガオグライが距離を取り蹴りで試合を組み立てますが、マイティー・モーがパンチを振るえば吹き飛んでしまうほどのパワー差です。ハイキックを当てても効きません。ミドルを当てても軽く跳ね返されてしまいます。距離を取るガオグライを追いかけるマイティー・モー。ガオグライの蹴りを軽々と吹き飛ばします。圧倒的なパワー差にガオグライが KO されるのは時間の問題だと誰もが思っていたでしょう。その矢先でした。突如ガオグライのジャンピングハイが炸裂。サモアの巨体がキャンバスに転がり落ちます。一瞬の出来事に会場は騒然。飛びかかるようなジャンプで全体重を乗せたガオグライのキックがマイティー・モーのテンプルを打ち抜いたのです。体重53キロ差というハンデを覆すには
これしかないという大技がクリーンヒット。体が言うことを聞かないマイティモーは10カウントで KO となりました。誰もが無理と思った体重差を一発でひっくり返した漫画のような KO でした。